子供が車内に取り残される事故を防ぐ新機能、iPhone のロック画面で充電状況がリアルタイムに見えるようになったアプリの進化、そして EV が空気をきれいにするという驚きのデータまで。おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報、今日は特に7つのニュースをお届けしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初のニュースは、子供置き去り検知機能の正式導入についてです。これは車内に子供が取り残された場合に、それを検知して警告を出してくれる新しい安全機能です。対象となるのはキャビンレーダー搭載したテスラ車両となっております。仕組みとしては、キャビン内の人物のサイズや心拍、呼吸といった微細な動きをレーダーで感知し、子供が乗っている可能性があると判断されると、外部ライトの点滅、車内の警告音、そしてテスラアプリへの通知が行われます。これらの警告は、運転者が車両に戻るまで定期的に繰り返されるようになっています。また、プライバシーへの配慮として、検知に使用されるキャビンデータはすべて車内で処理され、テスラのサーバーには送信されない仕様です。設定はデフォルトで有効になっていて、必要に応じてコントロールのメニューのセーフティからオフにすることも可能です。現在、この機能は2024年以降に生産されたモデル3の欧州仕様車に導入されていて、今後はモデル Y やサイバートラックにも広がる予定です。さらに将来的には車内温度が高くなった場合に自動でエアコンを作動させたり、ドライバーが反応しない場合に緊急通報を行うといった追加機能も予定されています。このアップデートは家族でテスラに乗るユーザーにとって非常に安心感をもたらすものですし、企業としての安全性への取り組みがブランドの信頼にもつながると言えるでしょう。次のニュースは、電気自動車がブレーキダストを大幅に削減できるという注目の研究結果です。これは欧州連合の機関である EIT アーバンモビリティとロンドン交通局が共同で行った調査によって明らかになったもので、EV は従来のガソリン車に比べてブレーキダストの排出量を最大 83% 削減できるという内容です。この理由は EV が持つ回生ブレーキの仕組みにあります。アクセルを離した時にモーターが減速に貢献することで通常の摩擦ブレーキの使用回数が減り、結果としてブレーキダストの発生が抑えられるというものです。参考までにハイブリッド車ではブレーキダストをおよそ10から 48% 削減、プラグインハイブリッドでは 66% 削減できるとされていますが、完全な電気自動車である EV の削減効果が最も高かったと報告されています。また、ブレーキダストは目に見えにくい微細粒子として空気中に漂いやすく 40% 以上が空気中に浮遊するとされていて、呼吸器系の健康リスクにもつながると言われています。つまり EV は排気ガスを出すだけではなく、ブレーキダストの側面からも都市部の空気環境を改善する効果があるということになります。このような研究結果は、環境配慮型の政策が進む中で EV の導入がさらに加速する理由として注目される要素になりそうです。続いてのニュースはテスラのアプリの進化についてです。2025年5月27日にリリースされたバージョン 4.45.0 のアップデートにより iPhone のロック画面や通知センターでスーパーチャージャーでの充電状況がリアルタイムに確認できるようになりました。これは Apple の Live Activity という機能に対応したもので、iOS 17.2 以降の iPhone ユーザーが対象です。表示される内容は非常に充実していて、例えば現在のバッテリー残量、充電完了までの残り時間、推定充電コスト、現在の充電出力、そしてどれくらいの電力が追加されたなどかが一目でわかるようになっています。さらに iPhone 14 Pro モデル以降ではダイナミックアイランドにも対応していて、そこでも充電情報を確認できます。また Apple Watch にも対応していて、手元で充電ステータスをチェックできるのも便利なポイントです。
特に日常的にスーパーチャージャーを使っているテスラオーナーにとっては、アプリをいちいち開かなくても状況が確認できるので、かなり実用的なアップデートだと思います。なお、同じく5月27日に今後追加予定の機能として、スーパーチャージャーの仮想待機列やロードサイドアシストの進捗表示なども検討されていると報じられています。このような機能の追加は、テスラが単なる自動車メーカーではなく、スマートモビリティのプラットフォーム企業として進化しているということも感じさせられるのではないでしょうか。では、次のニュースに行きます。次のニュースは、サイバートラックに関するビジュアルのアップデートです。今回のテスラのアプリのアップデートでは、サイバートラック専用のバッテリーメーターが追加されました。特徴的なのは、スラッシュが入った独自のバッテリー表示スタイルで、これはサイバートラックの車内ディスプレイに表示されるインジケーターと一致しています。この表示は通常モデルとは異なるもので、サイバートラックのデザインコンセプトを反映した非常にユニークな見た目になっています。また、テスラアプリ内の車両画像も実際のボディカラーに合わせて自動的に表示が変わるようになっていて、これもサイバートラックオーナーにとっては嬉しいポイントです。このような細かいビジュアルの対応は実用性というよりもブランド体験の一部としてユーザーの満足度を高める工夫だと言えるでしょう。実際にサイバートラックを所有しているユーザーにとって自分の車の個性がアプリにも反映されることは所有欲や愛着にもつながるものです。では続いてはソフトウェアアップデート 2025.14.12 の注目機能についてです。このアップデートでは安全性、快適性、利便性の3つの面で大きな改善が加えられました。中でも特に注目されているのが、先ほどもお伝えしましたけれども、子供置き去り検知機能の導入です。これはすでに最初のパートで話していますので、ここではそれ以外の新機能を中心に解説をしていきます。まず、安全面での強化として、アダプティブヘッドライトが挙げられます。マトリックスヘッドライトを搭載した車両では、前方の車や自転車を検知して、個々の LED を調整し、相手の眩しさを軽減できるようになっています。次に、視覚カメラのドライバースクリーンへの表示です。これまではセンタースクリーンのみだった視覚カメラの映像が、ドライバー側のインストルメントパネルにも表示されるようになり、車線変更時の安全確認がよりスムーズになります。こちらに関してはモデル S とモデル X だけの対応になってきます。さらに車線逸脱回避機能も強化されていて、警告だけではなく必要に応じてステアリング補助が加えられます。ドライビング体験に関するアップデートとしては、代替ルート提案機能が便利です。最速ルートだけではなく、充電設備の充実度や充電回数の少なさを考慮したルートが提示されるようになりました。また、高速道路を回避するルートも選べるようになり、都市部や下道を使いたい場合にも対応しやすくなっています。オートパイロットの使用時には快適ドライブモードに自動で切り替わるようになり、滑らかでストレスの少ない運転体験が可能になっています。その他にも B ピラーのサイドカメラの映像がダッシュカムやセントリーモードに記録されるようになったり、ダッシュカムビューワーがグリッド表示に対応したりと映像関連の機能も強化されています。Apple Music の操作性も改善され、100曲以上のプレイリストのシャッフル再生や最新のステーションへの対応が追加されました。さらにトランクやフランクの開閉高さを場所ごとに記憶したり、USB ポートへの電源供給を車から離れていても維持できるなど、日常使いで便利な改善も盛り込まれています。テスラはこのように定期的なソフトウェアのアップデートで、車そのものを進化させ、購入後も価値を高めていくスタイルを確立しています。次のニュースはテスラのグローバルな事業展開に関する話題です。2025年5月27日、テスラはオーストラリアの南オーストラリア州のマリオン市議会からアデレード郊外に新しいバッテリー再利用工場の建設許可を取得しました。この施設にはショールームやサービスセンターも併設される予定で、地域経済やテスラのサービス拠点拡大に貢献すると見られています。しかし、このプロジェクトに対して地元住民からの強い反発も起きています。提出された意見のうち、実に 95% が反対を示していて、環境への影響や地域の静けさが損なわれることへの懸念が挙げられています。中にはイーロン・マスクとテスラは人類にとっての害悪だといった過激な表現も含まれたため、市議会の公式記録では一部が検閲されたと報じられています。
この計画はまだ最終段階ではなく、州の政府の承認が必要とされています。今後の判断によっては、テスラのオーストラリア戦略に影響を与える可能性もあります。事業拡大を進める中で、テスラがいかに地域社会との関係性を築きながら展開していくかっていうのは、企業としての評価にもつながる重要なポイントと言えるでしょう。では、最後のニュースですけれども、最後のニュースは、テスラが今後導入を予定しているとされる新機能の予告についてです。まず注目なのが、スーパーチャージャーの仮想待機列機能です。これはスーパーチャージャーの空きがない場合にアプリ上で待機列に登録し、順番が来たら通知を受け取れるという仕組みです。現在人気のあるスーパーチャージャーでは混雑が発生することもあり、この機能が実装されればドライバーの待ち時間のストレスを大きく軽減できると期待されています。次にロードサイドアシスタンスの進捗表示です。こちらは万が一のトラブル時にロードサービスを依頼した際、その対応状況をリアルタイムでアプリ上に表示するというものです。現在は大まかな時間の目安しかわからないケースが多いため、進捗が見えるようになることでユーザーの安心感が大きく向上するでしょう。また iOS だけで提供されているライブアクティビティーズ機能についても将来的には Android 16での対応が予定されており、それに合わせてテスラアプリ側も同様のリッチ追加機能に対応する可能性があると報じられています。このようにテスラは今ある課題をユーザー目線で捉え、ソフトウェアで解決していくスタイルを取り続けています。はい。ということで、ここまで7つの最新ニュースを紹介してきました。一つ一つのアップデートは小さく見えるかもしれませんが、全体を通して見えてくるのはテスラという企業の方向性です。まず安全性の向上では、子供置き去り検知や視覚カメラの強化といった機能が追加され、車としての基本性能がより安心できるものになっています。また、ブレーキダストの削減やアプリ連携の進化を見ると、テスラはただの自動車メーカーではなく、テクノロジー企業としてユーザーの生活をスマートに、そしてクリーンに変えていこうとしていることも伝わってきます。さらにサイバートラック専用のビジュアル表示や今後の機能を予告に見られるように、所有する楽しさや利便性も常に進化しています。テスラ株を保有している方にとっては、こうした細かなアップデートの積み重ねっていうのが、ユーザー満足度やブランド価値の向上につながり、中長期的な成長の裏付けにもなると感じた方も多いのではないでしょうか。僕自身もこうしたニュースを通じてテスラの取り組みを深く知ることで、より安心して車を使い、投資判断にも自信持てるようになったと思います。はい、ということですけれども、皆さん今日のニュースいかがだったでしょうか。どのニュースが一番印象に残りましたか。ぜひコメントで教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は昨日とあまり変わっていなく362ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合は今日もお伝えしましたけれども、アップデートがあります。このアップデートがあるので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインとかは変わりましたけれども、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これはもう今全くもってなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかがかなりお得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌というのがないんだったら僕は中古をお勧めします。毎週中古テスラの情報を見ていますが、モデル3に関してはハイランドも出てきています。モデル Y も最近は増えてきました。もし中古のテスラに興味がある方は、概要欄の僕のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますので、ご登録されてみてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしていきたいと思います。個人だけではなく、法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。